1ヶ月漁師生活、早々に10キロのダイエットを成功し、3つの難題を課せられたマサル。1つ目、10キロオーバーの磯マグロを捕獲し、執念で25メートル潜水も達成。残すは鳥をも飲み込む魚 GT のみ。果たしてマサルは期間中に GT を捕獲し、100万円をゲットすることができるのか。はい、ということで2つ目の伝説、水深25メートル達成ということで、今から俺は GT を狙いに行く。今日で伝説を終わらせ100万円を獲得する。 GT 待ってろー。というわけで水深25メートルの伝説を達成し、そのまま海に向かいました。もうね、やっぱ28メーター、これはねすげえよ。いやもうほんと決まるぜ。いきなり何ってちょっとみんな思ってると思うんですけど、俺もいきなり何って感じだったんですよ。水深25メーター今回初めて潜ったんですけど、言うたらこの日って26日目なわけで、労働に例えたら、十数時間労働の26連勤目なんですよね。はい、もうヘロヘロなんですよ。そんな俺がですね、水深28メーターから帰ってきた瞬間にもう意味わからんぐらい元気になったんですよ。全能感ってこんな体中に溢れ出ることあるんだみたいな。例えるんだったらもうドラゴンボールでスーパーサイヤ人になった瞬間の悟空、もっと最近ので例えるんだったら五条悟が生き返った瞬間、もうまさにあんな感じになってたの。やばくない？そうかな、そうかもなーみたいな、ずっとあのテンションやったんですよ。で本当は帰る予定だったんですけども、なんかもうマサルがね、よっしゃ GT 今日こそ撮るわ、撮り行くぜーとか言ってハイテンションのまま撮影クルーを連れてきたのが今回の回です。はい。いやでも人間の体って面白いよね。ほんとちょっとね気圧下がったぐらいで体調悪くなるのにさ、いきなりさ気圧4倍タイム来ましたけどどうしますってなったらさ、今まで 0.1 とかやったのに4倍？そりゃ体もびっくりするよね。その結果ですね、めちゃめちゃハイになって、しかもコンディションもねめちゃくちゃ上がったんですよ。もしかしたらこれがいわゆるゾーンってやつだったのかもしれませんね。そんなこんなでですね、ヒットって毎回言ってるだけの動画だとねちょっと味気ないかなと思って、今回はラジオ風に作ってみたんですけども、いかがだったでしょうか。というわけで解説に戻りましょう。取れたのは南洋ブダイ 1kg1200 円の高級魚ですね。 GT はですね、魚の血とか大暴れしてる振動を感知してやってくるんで、もちろんお金を稼ぐことも目的ではあるんですけども、 GT の遭遇率も上がるんですね。これぞ一石二鳥。そして今いる場所は回遊魚がいつ現れてもおかしくない一級ポイント。さて何やら大物を発見したようです。急いで銃のリロードをする必要があります。そして銃のリロードには数分かかります。このスピードで魚が取れるかどうかが変わってくる。そしてここで潜行開始。まだ息が整っていないので、いつもの半分ぐらいの空気量で仕留める必要があります。さて見えてきました。こいつは磯マグロ、パワーがとてつもない魚です。できれば円髄に当てたいところ、狙いを定めてヒット。ここから信じられないぐらい画面が揺れます。覚悟をしてみましょう。やはり磯マグロとてつもないパワーです。でここで手を離してしまうと、こいつら厄介なことに岩の下に入り込んでいくんですよ。漁師生活22日目のあの状態になってしまうわけなんですね。そうだから何としてもこのまま無理やり引き上げたいんですね。ただマサルが浮上しようとして足ひれを全力で漕ぐパワーと、磯マグロが海底に俺を引きずり込もうとするパワーがほぼ互角なんですね。とようやくここで水面が見えてきました。いやーなんとか捕獲できましたね。さて磯マグロがいる場所には GT がいる可能性も高いです。めちゃめちゃ暴れていますが、あくまでも今回の狙いは GT、 早急に締めていきましょう。いや意外とでかいですね。 6.2 キロありました。気になるお値段は3100円となりました。脳天締め血抜きをして磯マグロは競りに出荷しました。もうねこの生活磯マグロ食べ過ぎじゃないっていうくらい食べてますからね。さてここでまたもや何か発見したようです。水深は15メーターほど。実は海底にサメがいるのを発見したのです。
で、海底15メーターぐらいになってくると、海の濁り方次第で見え方が全く変わってくるんで、サイズ感が全然わからないんですよね。5キロぐらいやと思ったのに50キロあるんだけどみたいな。そんなこと全然あるんですね。はい。なのでかなり覚悟を決めて潜り出してます。さて、今狙ってるサメは擬態タイプのサメであんまり逃げません。しっかりポジショニングをとって円髄を貫きたいところ。狙いを定めてヒット。勝る視点も見ていきましょう。下手にこういう場所で打つと岩にシャフトが刺さって抜けなくなるので、慎重に角度を調整していきます。ヒット。こちらオーセというサメなんですけども、マサル自身ネットでしか見たことなくて、これ噛まれるんじゃないかと、思って一旦距離を取ることにしました。さすがに連戦に次ぐ連戦、だんだんと呼吸に余裕がなくなってきています。そしてこちらのサメ、意外と泳力自体はそんなになくて、引き上げるのはすごい簡単でしたね。てか、オーセめっちゃ可愛くない？マサル的可愛い魚ランキングだいぶトップに来るんですけど、みんなが思う可愛い魚もぜひね、コメント欄で教えてほしいです。はい。あと、コクテンフグとかね、可愛いですよね。で、ちょっと締める時もね、やっぱりサメなんで怖かったんですけど、意外とね、噛んでくる様子はなかったですね。ということで、こちら、オーセ。さばいてる動画は概要欄に貼っておきますので、ぜひ興味ある方は見てみてください。そしてオーセをついて、さすがにこれ以上深場で GT を狙うのは危険だと判断し、浅瀬にやってきました。そしたら超レアな巨大魚の大群が現れたのです。これね、ちょっとサイズ感伝わらないと思うんですけども、全部10キロ前後あります。中盤に苦戦してた磯マグロが6キロ、それよりはるかに大きいです。簡単につけそうな場所にいるんですけども、これがね、意外と警戒心が高くて一定の距離を保たれるんですよね。あと50センチ近かったらいけるなーっていうところまではいけるんですけど、それ以上には近づかせてくれないんですね。さて、どうしたものか。まずはあえて潜ってみることにしましょう。下から距離を詰めようとするも絶妙に離されてしまいます。魚って大体真上が死角になってるんで真上から行くんですけども、これは意外と攻略が難しそうですね。結構近くにいるように見えるんですけど、もう一つのカメラで見るとこんな感じ。結構ね、微妙に遠いんですよ。水中銃が180センチなんで、だいたい3メーターは距離離されてるって感じですかね。さて、その後も30分ぐらいでしょうか。しつこく追いかけ回してると、だんだんあっちもね、慣れてきたのか、あんまりね、逃げていかなくなってきました。ちなみにこのミルクフィッシュ、島では年に1回上がるかどうかのすっごいレアな魚なんですけど、フィリピンではですね、かなりの数養殖されてて、結構一般的な魚らしいです。さて、ここでついにチャンスが訪れます。しっかりとゴムを引いて、できる限り近づいていきます。狙いを定めてヒット。勝るしても見ていきましょう。ヒットで、このミルクフィッシュのパワー本当にえげつなかったです。もう水中でミサイルが発射されたかのような弾道で泳いでいきます。でもこのパワーよ、もう勝るものはこれ引っ張られてますからね。本当引っ張りたいところではあるんですけども、身がちぎれる可能性があるんで、弱るまでしばらく引きずられてました。5分ほど経ち、さすがにミルクフィッシュも疲れてきたようですね。水面に引き上げていきます。まだちぎる可能性があるので油断はできません。そしてこのサイズの魚になると、もう全身で抱きしめないと動きを封じられないんですよ。身動きを取れなくしたところで脳天締めと血抜きをしていきます。いやー、ミルクフィッシュなかなかエキサイティングな魚でしたね。そして血の量がもう半端じゃない。で、ミルクフィッシュね、もうマジで食べたかったんですけど、さすがに体力の限界だったんで競りに出してお金に変わりました。
めちゃくちゃ暴れてたなあいつ。でっけえ。よいしょ。音が取れてなかったんですけど、とにかく喜んでました。今日取れた魚はこちらです。ミルクフィッシュ、イソマグロ、オオセ、沖縄姫路、南洋ブダイ、南洋ブダイ、南洋ブダイ。今日はね、本当はね、水深25メートル行って1時間半ぐらいちょっと魚突きして戻ろうって思ってたんですけど、まさかの大量に魚が取れてしまった。ちょっとこれ多すぎない？まさかのね、メインディッシュが3匹いるわ。ということでね、水深25メートル行ったの昔のことのような感じがするんですけども、計量していきましょう。まずオオセですね。これね、オオセ九州では食べられてるらしくて、めちゃめちゃ美味しいらしくて、マジでずっと食べてみたかったんよ。初めて見た。何キロや？ 7.3。もう見つけた時マジで興奮した。こいつつく瞬間に後ろに2キロぐらいのミーバイいて、ミーバイいるけど、うわーでもオオセいる、オオセってなってオオセついちゃったわ。そしてまたイソマグロ。今回イソマグロ多いな。何キロでしょう？ 6.2。そしてこれよ、これミルクフィッシュ、はい、サバフィですね。これね、本当に時々見るんだけどマジでつけないのよ。今日めちゃめちゃいたね。なんかようやく当たったね。うわ、これやばかったね。引き10キロ超えてんじゃない？もしかしたら 8.6 か。でもでけえな。だってもう勝てなかったもん、俺の泳ぐスピードじゃ。めっちゃ引っ張られてたもん。これもね、ずっと撮ってみたかった。いや、これもうなんだったら GT よりレアやで。はい、そしておじさん968。いや結構でかいよね。1キロ近いじゃん。これももうちっちゃく見えるけど 1.5 キロぐらいあるはず。計算が終わりました。本日の収入は 19,780 円となりました。よいしょー。今日でですね、伝説2つ目を達成しましたね。明日からですね、ちょっとガチでシンプルにどれだけ稼げるのかっていうのを狙って魚釣りをしていこうかなと思います。そして、この最終日稼ぎ終わった金額使いまして、マサウチャンネルメンバーで焼肉行きましょうということで、今日は昨日取りましたアザハタを食べようと思います。ということでね、今日も晩飯を作っていきましょう。はい、ということで戻ってきました。今日はですね、昨日釣れたアザハタのアクアパッツァをね、作っていこうと思ったんですけども、もうスーパーが閉まってて、あんまり調味料が買えなかったんで、今日使う食材はこちらです。ちょっとね、撮影前に耐えきれんくて食べてしまったつるしベーコン。本来はね、アサリとかエビとか使って味出すんですけど、なんか売ってなかったね。で、ベーコンを使います。そして、輪切り唐辛子、ニンニク。このニンニクは落ちてましたよね。0円ですよね。はい。0円です。はい、というわけで、早速、調理していきましょう。いやーでもアザハタ初めて食うかも。今日競り行ってアザハタが釣れたって自慢したんですけど、ああ普通に釣れるでしょうってみんな漁師の人が言ってた。なんで水深 30m でつかないんですかって言ったら、お前水深 30m でこんな小さいのついてもしゃあないやろって言われて、確かにって思った。水深 30m まで潜ったやったらでかいの釣りたいよね。こいつも鱗取るのめんどくせえな。湯引き使うか。湯引き使おう。魚の調理工程で一番鱗取るのが大変。やばい、キッチンが汚すぎる。見て、謎の油が浮いてる。ちゃんと洗えてないですね。でもこの油を取り除くために今から皿洗いするぐらいだったら、この油摂取した方が良くない？さて、待ってる時間が惜しいのでベーコンを切っていきましょう。一応ね、この企画終わった時に10キロ痩せてないといけないんで、体重が増えないように糖質は今日はなしです。本当はね、ここにパスタ入れたいよ。パスタとか言ってしまった。パスタ食いたい。昨日何食ったの？焼きそば食べました。焼きそば食いたい。せっかく痩せ出したのであれば、この企画中は痩せ切りたいなという気持ちはある。じゃあ次、ニンニク。お、腐ってなさそうです。おー、いい香り。久しぶりになんか食材の香り嗅いでる。やばい。限界来てるな。本当に限界が来てる、この生活。なんで俺こんなしんどいことしてるんやろ。ベーコンとか匂い嗅いだらやばいんじゃない？あ、そうでもないわ。オリーブオイルとか嗅いだらやばいんじゃない？どんだけしんどい生活してるんや。やばい、決まってきた。実際にですね、窒素酔いっていう症状があるんですよ。あまりにも深いところに行くと、普通ね、血液中に溶け込む窒素の量って決まってるんですけど、30メートルまで行くと4倍溶けるんですよ。血液中に窒素が。窒素が回ると、お酒が回ったみたいな状態になってくるんですね。通常素潜りで窒素酔いするっていうことはないはずなんですけど、窒素酔いみたいな症状が今出てます。多分、今ハイなのは窒素酔いしてますね。
知らんけど。じゃあお湯が沸きましたんでかけていきましょう。もう刺身で食べない場合はね、この方法が一番いい。表面の匂いも取れますしね。よし、いい感じや。多分みんなね、そんな変わるって多分思ってると思うんですけど、やばくない？さっきまであんなに取りづらかったのがこんなに取れるんだよ。思うんだけどさ、普通に体力万全な状態だとして素潜りしてその日に魚さばく撮影するのって結構しんどいんですよ。今2人とも震えてるよね。ちょっとカメラ持ってがプルプルしてる。 OK です。じゃあこのうまいやつらはこっちに寄せて、じゃあ頭落としていきましょう。こんな100均包丁もよう頑張ってるよな。はい、落ちました。そしたらお腹を開いて内臓を出していきます。じゃあ浮き袋も外して、これ多分さ、今ここの空間って超生臭いんだろうけど、もう何も感じないよね。よし、じゃあきれいにしていきましょう。アザハタともなるとね、ちょっとさすがにしっかりした料理で食べたくなりますよね。三枚おろししましょう。取れた。めっちゃ綺麗な身。めっちゃ綺麗な身やな。よっしゃ。じゃあ腹骨を取っていきましょう。やっぱいい魚にはね、いい料理方法をしたくなりますよね。もう包丁がダメだ。腹骨も使おう。アクアパッツァにしよう。よいしょ。じゃあ血合い骨を取っていきます。やばい、ニンニクの匂いが刺激的すぎる。腹減った。そしたらね、こちらもう灰がたかっております。塩をかけて下味をつけていきます。基本的には味はこれだけです。もうすでにこの家汚いんで、もう汚いと汚してもいいっていう気持ちになってどんどん汚れていっちゃうよね、家って。はい、そしたら塩したら水分がねこうやって出てくるんで、水分を拭き取っていきます。ちょっと辛いかもな。よし、 OK。 それでは今日はね、新たなる調味料オリーブオイルを購入しました。そしてオリーブオイル、うわ、いい香りやな。多分アクアパッツァではないって言われるかもしれないんですけど、もう今日はイタリアンな料理が食べたいな。じゃあまずは焼いていきましょうか。早かった。いや、もうこれでうまいんよ。まあ、火を入れるっていうより焼き目をつけるって感じですかね。めっちゃうまそう。もうちょい焦げ目がついてもいいんだけどな。あ、いい感じだね。いいね。熱い。もううまそうじゃない。でこれは使いません。新しくソースを作っていきましょうね。よし、オリーブオイル。まあこんなもんでしょう。そしてここに先ほど切りましたニンニクとベーコン、これを炒めていきます。そして鷹の爪。うわー、やばい、もうこれでうまそうやもんな。ちょっと1ベーコンかじっていいかな。やばい、今日は脂質まみれですね。パスタぶち込みたいな。でも YouTuber って、いろんなジャンルがあるじゃないですか。エンタメ系だったりとか子供系だったりとか、いろんなジャンルがあるんですけど、果たしてマサルは何系の YouTuber に分類されるんやという話があるわけですよ。あっちゃ、正解は料理系 YouTuber ですよ。だって俺が一番未知の食材食べてんだから YouTuber で。さてここであっちゃ、水を入れます。いい匂いやな。で乳化させていきましょう。本当はトマトとかがあればな、よかったんやけどな。トマト、しめじ、ブロッコリー、パスタあればさらによかったね。オリーブが少ないな。オリーブオイルと水が混ざると乳化して白濁してくるんですね。そしたらソースの完成ですよ。これはアクアパッツァではないな。ちょっとこれテイスティングしてみよう。ちょっと味薄いな。塩入れようかな。塩を一つかみ。そしてここになんとアザハタを入れますと、もうこれはね美味しいんですよ。 100%。 完成しました。はい、ということで完成しました。ちょっとこれ今10時4分です。朝からマジでミルクティーとベーコンをちょっとつまんだぐらい。いただきます。うわー、
これなうまいんやけどベーコンと魚って全く合わないってことが今分かりました。味が濃いものと濃いものが合わさってえぐくなってる。うわ、せっかくのアザハタやのに全然味が分からん。ベーコンの味がする魚ですね。なんかね、変な感覚になってくる。めっちゃベーコンの味するのに食感が魚なの。気持ち悪い。なんかベーコンはベーコンでだし要因として使ってるんで、もうスープに旨味が溶け出してしまってるわけよ、このベーコンは。味がないベーコンを食べて、ベーコンの味がついた魚を今食べてる。ちょっとまさか一口食べてみてほしい。これがうまいのか否か。熱いよ。美味しいけどベーコン。美味しいけどベーコンやんな。なんかうわ魚料理やって思って食ったらベーコンの味がするんよな。待って、今輪切り唐辛子が口に入ったんだけど、このくだりさ、もうネギでやったよな。うわ、ネギってこんなうまかったっけ？ちょっと待って、輪切り唐辛子やばい。うわ口が刺激を求めてる。ちょっと待って、ニンニクのかけらとかないの？ニンニクのかけら食べようよ。ニンニクのかけらやっば、ニンニクとベーコン合う。やばい、ベーコンの味が染みついたニンニクはめちゃめちゃうめえな。うわ、ニンニクうまっ。想像をはるかに下回ってきたけどエネルギーにはなりますわ。もうこの生活を通してとりあえず分かったことは、本当に極限状態に何も食べてない時に何でもうまくなるのかっていうと、そういうわけじゃなくて味を強く感じるようになるだけやな。まずいもんはずっとまずいままや。なんだかんだこのハラミのところが一番美味しいんですよ。うわー、ベーコンとしてはうまいな。ということで第2章、なんかもうさすがに無理そうな伝説ばっかりやったけど、あと GT だけやな。てか逆に今までの生活にエネルギーがなかったんじゃないかと感じるぐらい、もう今エネルギーに満ち溢れております。やっぱりトマトは水を与えない方が甘くなるとか言いますけど、人間もね、ある程度追い込んだ方がパフォーマンス上がるかもしれないですね。ということで明日も GT を狙いましょう。もう GT つけたら GT は競りに出そうかな。もう食材いっぱいよ。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。よっしゃー、あと4日。